動画をご覧いただきありがとうございます。本日は皆さん除草剤を水で希釈しているかと思うんですけれど、除草剤そのものは気にされてると思うんですけど、そういえば水を気にしている方って少ないんじゃないかなと思いまして、本日はちょっと水に焦点を当ててお話をしていきたいと思います。除草剤って、いわゆる pH、酸性、中性、アルカリ性の pH によっても影響が出てきますし、皆さんミネラルウォーターって飲まれてる方いらっしゃるかわからないんですけれど、いわゆる硬度ですね。軟水とか硬水とかよく言われる硬度によっても除草剤の成分、影響が出てきますので、きっと知らない方も多いかと思いますので、そこまで劇的に変わるかっていうと、劇的ってわけじゃないんですけれど、意外となんか効きが悪いんだよなーって時には、実は水が原因の可能性もありますので、今回は pH の方ではなくて、まず先に硬度のお話をしていこうかと思いまして、ちょっと何回かに分けてご説明をしていきます。そんなわけで、希釈に使う水で差が出る可能性があるということでご説明をしていきます。そもそもなんですけど、硬度とは何かっていうお話をしていきます。ここに書いてあるように、水中のカルシウムとマグネシウムの量で、この硬度が決まってきます。私もそんなに飲むわけじゃないんですけど、ミネラルウォーター飲まれる方、いらっしゃるかと思いますね。有名どころをちょっと並べてみましたけど、日本の水道水がいわゆる軟水に近いですので、日本で売られているサントリーの天然水とかイロハスっていうのはどちらかというと軟水寄りの水になってます。エビアンとかはどちらかというと硬水寄り。私はもう一回超硬水飲んだ時に恐ろしくまずくて、それ以来買ってないんですけど、コントレックスなんかはもうこのぐらい数字が高い超硬水と呼ばれるものです。お米とか炊くと確か料理とかに使うと料理が美味しかったりお米が美味しいって言われるのが確かこちらの硬水だったかと思います。私はね、エビアン飲んでますね。どちらかというと。あと、これも見たことある方いらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと高いんで、温泉に入って、お風呂から出た後に、なんか水飲みたいなっていう時に、この温泉水がとても美味しいので、私はこれを飲んでます。ちょっと余談でした。日本の水道水のお話をちらっとしましたけど、基本的には日本の水道水は地域によって変わってくるんですけど、軟水の値かと思います。逆に海外はちょっと硬水寄りの水が多いかと思います。で、まとめますと、水の中に含まれているカルシウムとマグネシウムの量が多ければ多いほど硬水になっていくんだよっていうのを覚えておいてください。冒頭に pH のお話もしましたけど、これとは全く関係がないですので、こちらは気にしないでください。今日の核となる部分なんですけれど、硬水で何が起きるかって話なんですけれど、要するにカルシウムとマグネシウムが含まれているので、この成分と除草剤の薬剤の成分が結びついてしまって、葉への吸収が妨げられてしまうんだと思ってください。これが原因で硬水寄りの水を使われている方は効き目が弱くなります。特に有名なのが、いわゆるグリホサートです。グリホサートっていうのはラウンドアップとかサンフーロンと呼ばれる除草剤なんですけれど、これは硬水の水を使われていると効き目が落ちると言われています。結びつきやすいってことですね。グリホサート、ラウンドアップのお話するとバスタはって思う方もいらっしゃると思うんですけど、一応影響はあるんですけれど、グリホサートほどではないみたいですね。こちらに関しては。そういうデータがあります。バスターだったらザクサはどうなのって話なんですけど、これも同じく影響は多少出るはずなんですけれど、そこまでラウンドアップとかサンフーロンほどは出ないそうです。だからグリホサートをよく使われている方は硬度を気にした方が良いというお話です。とはいえ、硬度だけで劇的に変わるかというと、そういうわけでもなくて、そもそもの希釈する薬量とか、雑草の種類とか、生育状態とか、いろんな要件で変わってきますので、硬度より気にするところは本来あるんですけれど、硬度も影響を与える一要因だと思ってください。基本的に水道水で除草剤を
希釈してる方は大丈夫だと思います。水道水は基本的に軟水、カルシウムとかマグネシウムの含有量が少ないですので、基本的には大丈夫だと思います。ちょっと注意をしていただきたいのが、井戸水とか湧き水とか沢水使われている方、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。特に井戸水ですよね。水道代もったいないからって、井戸水、ポンプで引いて使われている方もいらっしゃるかもしれません。ミネラルウォーターを使う方はいないと思うんですけど、特に井戸水、あと川の水を使われる方です。この方はちょっと高度が高い可能性が高いですので気をつけてください。基本的に井戸水っていうのは条件によっても変動しますので、例えば雨の後は高度が高くなりますし、雨がなかなか降らないときは高度が下がることもあります。雨降った後の井戸水を使うとちょっと効きが弱くなる可能性があるってことですね。あとは井戸の深さとか、井戸がある地層の状態とか、いろんな要因で井戸水の水質が変わってきますので、一回簡単な検査キット、安いの売ってますので、そういうので調べてみるのもいいかと思います。ちなみに、石灰岩の多いエリアがこんな感じです。例えば、栃木県佐野市の九頭とか、石灰の町で有名なはずなんですけど、こういう土地が近くにあると、ひょっとしたら高度の高い井戸水の可能性があります。この近くを流れている川も高度が高い可能性がありますので、こちらに述べたエリア付近の方はちょっと注意をした方がいいかもしれませんね。そこまで神経質にはならなくて良いかとは思うんですけれど、井戸水を使うタイミングは、このあたりを、ちょっと測定キットに関してもお話この後しますけれど、このタイミングですかね、測ってみるといいかもしれません。シーズンの初回ってことで、実際に井戸水使って除草剤を使おうかなって時にはちょっと測ってからやるのもありかと思います。あとは雨が大量に降った後とかも気をつけてほしいです。高度の調べ方なんですけれど、簡単な試験紙タイプで良いかなと思います。こういうのが売ってますので、こういう試験紙を使って色が変わったところをちょっと見比べてみると、高度だけでなくて pH とかも確認することができますので、この試験紙で調べるのがいいんじゃないかなと思います。万が一高度が高かった場合は、気にせずそのままいっちゃうのも手ですし、水道水使うのがおすすめかなと思います。それではちょっとまとめますと、除草剤、特にグリホサートは軟水の方がよく効きます。硬水になると効きにくくなる可能性があります。ここだけしっかり押さえておいていただければよろしいかなと思いますので、使う水の高度がどのぐらいなのかっていうのはちょっと気にしてみるのもいいかもしれません。そして次回はこの高度に続きまして、いわゆる酸性、中性、アルカリ性の pH に関して聞き方、やっぱりこれも変わってきますので、この高度との違いも合わせてご説明をしていこうかと思いますので、よろしければご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。